4月のアレクサストップ。4月の2日がねレースなんですよ。白糸サーキット静岡4月の2日がレースで、2日ってもんでも今日何日や29だから30、31、1、3日後レースで、でまあちょっとアップデートしたいやんっていうとこと、まあ、やっとかないかんやんってとこあって、これは頼まれで同じチームのこのバイクでフロントフェンダーをずっと作ってくれって去年の最終戦の時から言われてて、ようやく今日できた。まあ、ちゃんとね思ったよ、これだから元の材料これだから分かりやすい。これ分かりやすいよ。この材料をここでこれねこれバンバンバンって、あ途中のやつもあるな。そうそう、あこれか。これおこれ途中がこれで、これ途中よこれ、でそれをもっと頑張ってトントンしたりとかここ絞ったりとかなんかもうごちゃごちゃしとるとこれになるんですよ。俺あんまりうまくないから板金。いやこれでもね6時間以上やってるこれで。すごい。そうでもう一個作らねえ、俺去年こけちゃった時に曲がっちゃったから、自分のやつね、これ作り直したいんだけど、やっぱ軽さを出すためにアルミでやってるの。っていうかアルミそうだね、鉄じゃないアルミの方が造形は楽だよね、鉄よりね。まあ楽って言っても今度ぐにゃぐにゃで大変だったりとか結構大変だけど、そうでこのステーもねちゃんとこの中空パイプで中空パイプでさ、これ軽く、まあ、乗ってるやつデブなんだけど、丸棒じゃねえんだ。丸棒なんか冷静だよ軽く冷静。これもねペラペラのね 1.2 でやったかな、ペラペラこれバーリングしてさ、これゼッケンがつくんだけど、ここでしょ、ゼッケンがついて、もうだからレーサーだもん、もうレーサーもうドリル、さっきもビュエで話したもうドリルのよしこんなに穴開ける必要あるのかって外しゃいいじゃんだけどドリルのよし、このエンジン8時間耐久も走り切ったんでね、俺ら耐久にすごいですね。去年ね、今年ももうね大旋風を巻き起こしたろうと思ったら俺勝ってないのに今年クラスが上がってて一番下のクラスで走ってたのよ。そしたらGP、A クラス、B クラスなんだけど、俺 B クラスだったのに、なんか今回 A に上がってていつの間にか、で耐久レースもチーム組んでやるんだけど、それはスプリントの話ね、A とか B とか GP とか、そのスプリントの話戻すと GP の人もめちゃくちゃ速い、もう神、俺とラップタイムで5秒ぐらい違う、5秒違いってどんくらい違うかっていうと、5秒ってもうね邪魔すらできない、もう走っててバーって言ってたら知らんうちに抜かれて知らんうちに離れてるっていうのが5秒の世界で B じゃない A か、 A クラスは3秒ぐらい速いの俺より。3秒になるとちょっと邪魔はできるんだけど、もう前出られちゃうともうねどんどん離れてる。3秒だもん、追いつけない。大体1周50秒とか55秒ぐらいのコースなもんでさ、だから GP の人と走ってたらさ10周経つともう追いついてくんだよ。そっか。やばいでしょと思って、そうだからもうねおまけにちょっとデブだりした。とりあえずマシンで勝つと思っていろいろもう準備はしてるんだけど、組み付けれない時間なくてっていう仕事もあるしね、ジョイントもあるからね。そう仕事もあるしジョイントもあるし何やってんだろうと思いながら、でこれはなんだ GP 走ってる、まあ、国際級の子が走ってるの GP、オフロードね、その子がフェンダーを所望俺に、まあ、チームメイトなんだけど、フェンダー欲しい、ユースケフェンダー欲しいって言われて、去年の最終戦で欲しいって言われたので作るねっつって、最終戦ね、大体レースのシーズンアウトがもう10月とかだからさ、その時に言われて今日完成、半年今日完成で当日渡して「できたよつけろ」っつってやだよね、テストしたいよねこういう部品でもと思いながら。でもそこはさやっぱ GP クラスだからさ、国際級だからさ、もともともうねどんなマシン乗らしても速いのよ。国際級すごいわ。でめっちゃアドバイスもくれるんだけど、アドバイスのレベルが高すぎて「ごめん何言っとるかわからん」っつって。でもねレースはねこんなバイクだけどねすごい面白い、勉強になる。パチンとついてそうこういう感じでねつくわけですよ。レーサーみたいやろ、レーサーみたいやろこれ。あとこれはもうちょっと綺麗にするとポリッシュになってちゃんとなんだけど、もうこれ時間ないからこれであと自分で磨いてって言うけど、で
こにちゃんと GoPro もつけるんで、ああレレーースのねスのレースの走行走行シーンをと思って、そう去年はこけました。こけたスプリントでいったれーと思ってこけた。いろいろやりたいんだけどね、時間の許す限り。GoPro 動画も公開しなあかんですね。そうめっちゃ撮ってある。取りだめしちゃう。取りだめしちゃう。どうしよう。なんか聞きたい質問とかある？この株は排気量はいくつなんですか？このキャブはねレギュレーションで一応 60cc までってなって、60cc ですね。なるほど。でキャブは PC20 っていう割とでっかいキャブがついてます。でなんかもうでも速くなりすぎちゃって、なんか主催者側的にはもうなんかそんなにパワーが出ないような制限っていうかレギュレーションに変わってきてる。あんま無茶な改造は望んでないっていうので。だけど十分速い。もう1コーナー目とか死にそうだもん。ストレートエンドをそのまま突っ込んでいくのって。そんなになる？怖すぎと思って。でも街中で乗るじゃん。一応これナンバーも取ってあるんだけど、めっちゃ遅いけどね。まあまあそうだよね。でレース終わった時に自分のスポーツスター乗ったら死ぬかと思った。早すぎて早すぎるのと、スポーツスターのフロントエンドって頼りないなってずっと思ってたんだけど、このフロントエンド乗った後、スポーツスター乗るとガッチガチ。そうなんすごいと思って。ロマンの塊で面白そうですね。面白いです。ぜひ皆さんも誰でも参加できるんですか？まあでも一応オープンだからね、誰でも参加できる。だからマシン準備するのがね、古い、これでも60年前のバイクだから、一応1964年やっけ、64年までの1964年までのレギュレーションのそう株 OHV の株だからハーレーと一緒だよね。 OHV の株でっていう一応レースで、フロントももう純正のこのなんだボトムリンク、そうだから BOBL ってボトムリンクの略だよね。ボトムリンク。そうなんですね。で去年1年全部出たもんね、これね。 BOBL が全部出た出走したやつでね。なるほど。これちゃんと耐久もねこれで数々の戦い抜いて。だけどもう本当は今回これ網タンクにしてバーンってここにエノットキャップをこうつけたかったな。何キャップ？エノット映写とかについてる。これもう給油タイムだいぶあれじゃん。これパコンってピューン入れて、でうちらのマシンにはここに燃料計をつけていったもんで、これ耐久の時これもうギリギリまで走るの。給油タイミングがさ、そう走りながらここ見てストレートで今どこにあるかっていうのだけチェックしておけばさ、そうやりたかったんだけど、ちょっとこれはねちょっと近い。第2戦間に合わなかった。第2戦までにつけたいですね。そんなことよりもね、本当は練習せないかん、それが一番なんだけど。どっかサーキットでね。サーキットに今年はジョインツ終わったら、月に2回ぐらいはサーキットに行きたいなと思って。サーキットはめっちゃ面白いです。なんか勉強になる。やっぱりいろんなことが。オイルキャッチタンクね、フリーザーのでちゃんとなんかね隔壁になっとって、そこの壁でオイルを落として戻すっていう、割とこうちゃんとした真面目に作ったちゃんとこうプレスラインに立って、でカブだけどこのちゃんと S3 ベースのステッカー貼るっていうね。うちスポンサーでファインシックスさんお世話になってます。ファインシックスさんお世話になってます、スポンサーで。そうで一緒に耐久メンバーで滋賀のねベリーバッツっていうお店があって、滋賀のベリーバッツってあれよ、ほら46ワークスさんといつもシロさん46ワークス YouTube で上がってるあの人とバチバチにバトってんじゃん。その人と一緒に耐久やってる。その子そう一緒にね走ってる。まあでもね面白いよ彼もね、なかなかすげえ仲良しなんだけど、一緒にバイク作ったんだけど耐久の前にバイクリテラシーが彼は高いからね、もう大好き。そうで一緒にチームメイトで耐久を今回も走るんですけど、で僕らなんていうの下のクラスで戦ってたからペナルティーなかったんですよ。耐久ってペナルティーがあって、でペナルティーって何かっていうとほら速いチームでやるとぶち切り速くなっちゃうね、耐久レースが。遅い人もいるからみんなで走るもんで、で速い人にはペナルティーがあるんですけど、俺は遅いんだけどね。でペナルティー何するか、だいたい熱々クラムチャウダー食うとか罰ゲームなのよ。もう時間を要はロスすればいいもんであと夏場は
かき氷山盛りひたすら食うまでそんな感じなの出れないとか、結構面白い。で8時間に代表の時はパターゴルフで、パターゴルフなんだよ、パターするやつ、でその時はなんていうの、そうこのベイビーバックの杉本があれだったの、ペナルティーだったのよ、でみんなパターゴルフ割と入っていってて、で杉本だけが入れれなくて永遠とパターゴルフもうつなぎ着てね、フル装備でパターゴルフするんだけど、もう全然入らなくて、15分か20分ぐらいでその順番待ちなのよ、ぐるぐるみんなで1回やるとダメみたいな、で最後まで入んなくて、で本人ももう顔色変わっちゃってでもう俺パターゴルフしに来たんじゃねえのに、レースしに来たのにっていうアクシデントもありながら、俺らは8時間耐久は2位だったね。これ一番ちょっと頑張った。すごいですね。最後ねよかったよ、暗くなってここにライトつけて、で8時間で7時か8時間7時間目ぐらいでもう日暮れになるのよ。だからもう真っ暗いの間してライトつけながら走って、最後もうね最終ラップでもう腹にパーン上がって、ちょっとね泣きちゃったその時8対ごっこだよね、8対ごっこ青春だって。その時もさ前日までエンジン壊れて組み直してたからねでやっと買って動くのっていう中だったからさ、あれはなんかねちょっと涙出た。バイクっていいなっていういまだにね、青春真っ只中だよね俺たちね10代の頃に何も変わってない熱量が、思い出したらちょっとなんか泣けてきちゃったわいいでしょう、青春しとんな。60cc のねこんなちっちゃいバイクなんだけどね、もうたくさんのロマンを積んで走ってるわけですよなるほど。だからバイクっていつも最高だねじゃあ BOBL 頑張ってください。ありがとうございます。でもねもう A クラスやだ早いもんみんなそうなんだね、A クラスはさなんかもう GP クラスで走ってる人たちの中でも走れるレベルの人たちがスポット参戦の人たちは A クラスに降りてくるのよGP はもうずっと GP で戦ってポイント制でやってるからさ、年間走ってる人たちは GP だけど GP 実力あるけどたましか来ないやつは A なのよ、やだよねそんな速いやつらと一緒に走るのって確かに怖いんですけど逆にと思いながらまあでも僕のステータスは運に全振りしてるもんね、パラメーター運だけ最強にしてるから、まあ、ワンチャンなんかこうね、ワンチャンなんか起きないかなと思いながら。なるほど。レースの模様はもうね、じゃあYouTube で配信どうしないきっとインスタのストーリーかなんかですよね。とりあえずねそっちに上げてあとまとめてね、レースの模様は。いやでもね本当にちょっと A は不安本当に速いから、サクッと抜かれるもんね。そうなんだ。で頑張ってついていくんだけどもうめっちゃ自分の限界を超えた走りになってこけるんだって、すっ転んで、まあ、こける原因もいろいろあるんだけど、まあ、とりあえず運転が雑、本当自分のね、その二重移動の入れ方が、まあその普段乗ってるバイクとサイズが違うでっていうのも言い訳なんだけど、確かにね、だけどやっぱりこうバイクとの対話じゃないけど入力の仕方が雑だと雑に動くとやっぱり良くないから、こう欲しい分だけなんか入力してあげるっていうかさ、まあそういうのもねすごい面白い。楽しそうですね。なんか楽しそうですね。だってもう青春してるもんもう鳥人間コンテスト見てみる。そう鳥人間コンテストみたいな感じだねあれもいいよね。なんか日々の生活の中でなんかこういいよね、そういう死ぬほど夢中になれることがあるっていいよね、確かに若者に伝えてくださいそれを俺ごときが夢中、じゃあ人生は夢中でいきましょう終わりますかやっべえこんな何これ恥ずかしいやつ言わせられてではまたさよなら。はいこれ乗りにくい。あ、エンジン終わった。体大丈夫。フランクに打ち切れた。